皆さんこんにちは、犬です。今回は技紹介、犬流背面の打ち方奥義。この動画が皆さんを背面、出鼻面が打てる人に変える、そういう思いで作りました。得意な人はやっぱそうだよねとか、犬はもっとこうするといいなとか思って楽しんでみてください。犬が元立ちをやります。用意できる方は竹刀を準備して、一人でも強くなれるし、チームみんなで練習してほしい。できない方は目で見るだけでいい。この動画が全国、世界の少年少女、剣道を愛する大人たちに届き、剣道の一番面白い瞬間に自信を持って勝負に行ける、剣道を楽しめる人たちが増えることを願っています。さあ皆さん、背面好きですか？打てた時の気持ちよさ、見た時の素晴らしいなと心打たれる感じ、いいですよね。一般的に素振りは面の高さで行うことが多いですよね。切り返しも面から始まる練習は多い。面は剣道の基本だ。面が打てれば他も打てる。こんな風に教わったこと僕もあります。そんなみんなが大事にしている面、それをお互いにぶつける背面、まるでその人の力そのものをぶつけ合うような、どちらかが負ける、そのリスクに踏み込む一瞬の勝負。実際同じ一本でもここで勝つことに他の技以上の価値を感じ、好む人も多いのではないでしょうか。大げさ。なぜ奥義って書いたかというと、不可避だからです。必中です。避けられません。打ちながら避けるってほぼ無理ですからね。まさに奥義。ちょっとニュアンス違うかもしれないけど、カウンターですね。出鼻の技ってそうなんですよ。背面は出鼻の技の一種なので、ここからは出鼻面ということもあります。ご了承ください。怖いからつい避けてしまう。わかります。でもそんなリスクの高い場所は大きなチャンスでもあるということ。剣道の一番楽しい瞬間と言っても過言ではないです。選手として団体戦でいつも勝ってきてチームに貢献したい、そんなあなたはぜひマスターしてください。他人がビビる場面にあなたはワクワクして勝負しに行きましょう。避けてしまっていた場面が自分の一本に変わる。最高じゃないですか。奥義だとかカウンターだとかリスクが高いだとか言われると、自分には無理って思わないで、話を最後まで聞いて。確かに簡単だよなんて無責任なことは言えません。でも限られた選ばれし人間にしか打てない技なんじゃないか。ノーです。僕でも打てるんだから。背が低い人には打てませんよね。ノー。先生とか自分より強い人には打てないでしょ。ノーです。先生をどうしたら攻略できるかって気持ちで楽しまなくちゃ。じゃあ中心が強い人が勝つんだ。ノー。じゃあポイントを知れば打てるの？イエス。どんな技も練習したら打てるようになります。大切なのは知識です。面を打ったら相手が出てきて背面になった、こういうたまたま。最初はいいんですけど、狙って打てるようになりたいですよね。自分には向いてない、怖いし、こういう決めつけ、全部知った上で打たないことを選ぶのはいいんですけど、知らないのに可能性に蓋をするのはやめましょう。背面を得意にしている人はなぜ打てるのかを知っているから打てるんです。どこかで知るきっかけをつかまないと、知らないまま知識のある人には負け続けてしまいます。惜しかった、やっぱあの人は強いな、自分には向いてない、打たない方がいいなと、こうなっていくわけです。違います。知らないだけなんです。この差は知っているか知らないか、これだけなんです。今強いか弱いか、上手か下手か関係ありません。やってみたら案外簡単に打ててしまうかもしれない。誰よりもこの技のセンスがあるかもしれない。今日から知ってる側になりましょう。知ったら稽古でたくさん試しましょう。ぜひ最後までお楽しみください。それでは背面、出鼻面のポイント、知識を見ていきましょう。1つ目、
遠くに飛ばないこと。まずできる限りの無駄な動きをなくします。相手よりも速い動きになるために。竹刀は大きく振らない。踏み込みはその場、前に飛ばないこと。出鼻は打ちが多少軽くてもいい機会を捉えて打っている技なので旗が上がりやすいです。もともとある位置よりも頭が勝手に近寄ってきます。自分の近くに寄ってきた頭を打つ。もともとある頭の位置を狙うと竹刀の振りや体の動きが大きくなってしまい遅くなってしまいます。つまり同じ面打ちでも止まっている下がる相手を打つ用の面と相面出鼻用を使い分ける必要があります。慣れていない方はまず遠くに飛ばない面打ちを練習しましょう。できるようになった方は使い分けを練習しましょう。2つ目、拳の高さ。相面を打つとき相手の拳の位置より自分の拳の位置が高いことで勝つことができます。知っていましたか？今までなぜか打てない、打たれてしまう、その相手はこれをしている可能性が高いです。あなたが意識できれば負けなくなりますよ。ポイント全部大事なんですけど、これは特に意識するようになってから僕自身よく打てるようになりました。拳の位置が低い側から見ると相手の拳で面が隠れていて打てません。打ちたい面が拳にガードされている状態です。地獄、打てないは打たれるのどちらかです。一方で拳が高い側から見るとどうなると思いますか？面に到達する前の邪魔なものがありません。自分だけガードしながら空いている面を打っている状態です。天国、打たれないは打てるのどちらかです。まさに天と地の差ですね。背の高い相手に打ちづらいのはこれが原因。初めから相手の方が竹刀の先が面に近いこと、拳の位置が普通に打つと高いこと。背の高い選手はこの有利を生かしましょう。背の低い選手はできるだけ無駄な動きをなくし、少し高めに飛んでこの後出てくる一瞬先を読む力、タイミングを磨いて撃破しましょう。相手が自分よりも大きくても拳の高さを負けないようにしましょう。3つ目、飛び出すタイミング。来そうだな、そろそろ打ちたそうだなに打ち込む。さっきから言ってますが、見えている相手の頭の位置はここです。でも出鼻、相面を狙う場合、打ち始めてから面に当たる頃には相手の頭はここにあります。打ち始めここにある頭は打ち終わる頃にはここにあります。まだ頭はそこにないのに最初からここを目指して打ちに行くということです。タイミングはまだ見えてない一瞬先の未来を打つイメージを持ちましょう。何度かやってみると分かると思います。打ってきそうな気配があれば積極的にそこに向かって打ってみましょう。例えばここ。わからないよという方、大丈夫、安心してください。後でもっとわかりやすく練習してみますので見てください。面を打つスピードにはそこまで大きな差はありません。だから打ってきたのが見えてから打つと負けてしまいます。待ってしまってはダメです。待つのではなく打ちたい気分にさせる。打ってきそうとか誘いがうまくいったと思ったら
来ると決めつけてもう打ち始めることが大事です。力の差が大きい場合、相手の打つ動作につられてつい打ってしまうことありますよね。目上の先生方と稽古した際、打たれてしまうのはこのためです。自分の意思ではなく引き出されてしまっています。このようにあなたの打ち始めにつられて相手が出てきてくれることもあります。パターンに分けて考えてみましょう。構え合っていて相手の打ってきそうな気配が見えた。打ち始める。相手が打ってくる。当たる。構え合っていて相手が打ってきそうな気配が見えた。打ち始める。相手が打ってこない。次の動きに備える。読みが外れることもあります。うまくいくばっかりじゃありません。その後の対処を素早く。打ちながら返し胴などの動作が見えたら打ち切らないようにしましょう。構え合っていて相手が打ち始めたのが見えたから打ち始める。負ける。まずは1つ目から3つ目までのポイントを練習して慣れてくれば自分なりに工夫していけると思うんですが、プラスアルファとして少し説明していきます。中心の生かし方。面を打つスピードにほとんど差がないと仮定します。実際すごく速い人とすごく遅い人でも差は1秒もありません。剣道における1秒ってめちゃくちゃ大きいんですけど、一旦置いときましょう。同時に打ち始めて技術が同じ場合、中心を取っている方が最短距離なので勝ちます。つまり中心を取っている方が有利ということです。中心を取っている状態で出鼻面を打つ準備をしてチャンスを待ち構えていれば打ちやすいです。ですがレベルが高くなってくると相手もそれを分かっています。中心を取られている状態で飛び込めば自分が不利と分かっているので出てきてくれません。こういう時にうまく誘い出す技術も出鼻面を打つために必要になってきます。中心の取り合いをしてあげます。その中であえて中心を取らせてあげることで相手にチャンスと思わせます。その打てると思った相手の一瞬先を打ちます。勝てます。いや中心取ってる方が勝つって言ったじゃんですよね。同時に打ち始めて技術が同じ場合、中心を取っている方が勝つです。有利なのは確かにそうなんですが、誘って打つ場合は自分の方が一瞬先の未来を打ちに行ってるので先に出ています。しかも飛ばない、プラス無駄な動きをできるだけなくしている状態、プラス拳が相手より高い。なので打てる可能性は非常に高く、仮に打てなかったとしても負ける可能性はぐっと下がります。ちょっと画角の調整を。もうちょっとだけ高く。ここで中心を取ってここから出てきてくれればもう絶対自分が勝てる、同じスピードになるとか、こういう状況で打ってきたら絶対に勝てる。でもこっちが有利にするほど相手も警戒して出てくれなくなるから、相手にちょっと打てるかもって思わせるために真ん中にこうちょっとこう裏回したりとか押しつつ抑えたりしつつ相手に取らしてあげる。あえて取らして取ったり、半分取ったり取らしてあげたりで、ふってチャンスを作ってやっていくとかで、開けてあげて打つとか
ちろん張ってる中で来そうな気配があれば打つし、出てきたところを押さえていってもいいし。それだけにならない。カウンターがあると思うと相手は警戒して好き勝手に打てなくなります。打てなくなった相手をどうすればいいかというと、いつかせて打つ技が決まりやすくなります。いろんな技がそうですが、その技を見せることによって相手の警戒心が高まって他の場所が空くということを頭に入れておくと試合が上手になります。練習、理論が分かったところで練習してみましょう。できる方は今一緒に練習しましょう。できない方は仲間と共有したり、お家に帰ってから犬をテレビに映してそこに向かって打ち込んでみてください。竹刀を持って打ってもよし、手だけで構えてタイミングを練習するもよしです。いきましょう。飛ばずに打つ練習。動いているものにタイミングを合わせて捉える練習。動いているものの少し先を考える練習です。拳を高く打つ練習。飛ばないと高い位置の拳を合わせるとこんな感じ。このフォームを練習してみましょう。一人でやると相当変に見えますが、相手がいれば変じゃなかったでしょ。タイミングや打ち方を覚えたら自分流にアレンジしてもいいですね。当たったら自然に体をさばけば。うんうんうん。まあ、一人でやってるの見るとちょっと変だけどできればあと足はこうやっていかない。
タイミングをつかむ練習。正面から見た時、このタイミングで打ち始めると負けます。ここです。さあ、犬がこれから何本も面を打ってきます。打つべきタイミングで今と言いますので、画面に向かって構えてステップ1と2を意識して最速の動きで打ってください。相手の体の動きに注目しつつ、タイミングや準備を体で覚えていきましょう。だんだん声を聞かずに見るだけでチャンスと思えるようにできるようになるといいです。今今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 今。練習終了。ありがとうございました。次に行きましょう。実践、仕掛け方、考え方。では基本打ちではなく自稽古での実際の犬の狙い方を見ていきましょう。実戦で狙う場合、打てば当たるなんてことはありませんよ。当たらない時だって多いです。粘り強く相手の特徴をつかんで3分とか4分とか試合時間のどこかで一発決めるみたいなイメージです。まず小さめに少し入ってみました。下がったのでカウンターを狙っているかもと思い、相手が入ってくる前にこちらからもう一度警戒しながら、次はもう少し大きめに入りました。また下がったので少し攻めを緩めます。打つ準備はしています。攻め返してきたところを狙いました。連続で攻められるとペースを握られたくないので、攻め返さなきゃとなる相手は多いです。相手からは攻めを緩めたように見えるけど、本当は狙っているところがポイントです。やってみてください。相手が下がっていて、今出てきてくれたら勝てると思い手を出しました。打ってきませんでしたが、もう一度今出てきてくれたら勝てると思い手を出しました。また出てきませんでした。狙いが失敗に終わった後、徹底的に打たせないことにすぐ切り替えることも大切です。またこのやり取りで相手にうかつに出たら打たれるなと思わせ、気づいた場面で打つことにつなげられればいいなと思ってました。これは僕がやられた方なんですが、いい場面だったので、普段元立ちをしてくれている B 君に聞いてみると、狙っていたわけではなく勝手に出たそうです。出鼻面に限らずですが、たくさん意識して稽古していると体が勝手にチャンスに反応してくれるようになります。合い手面とかオートで打てる人いますよね。下げた竹刀に相手の竹刀がついてくるところを狙いました。ついたところを狙ったのですが、結果相手が出てきて出鼻面になりました。 B 君の打たれ方が変なのですが、これを狙っていたそうです。
仮に自分が打っていても相手に旗が上がることもありそうな技ですし、おすすめはしませんが、こういう遊び心も相手をよく見るには必要だと思います。出てくる気配がない、出花を警戒して止まる相手に居ついたところを打っていく。こうすることでじっとしていたら打たれるという意識を持たせて、また出花を狙いやすくします。ギリギリまで引きつけるのがポイントです。相手が入ってくるところでこのように打つ気がないような脱力した演技をします。いけると思わせて打ちます。直前のよくあるやり取りから、言葉は当然ないし打ち合わせもないんですが、ここはお互い勝負だみたいな、打つ前からわかるというか、相手と通じ合う瞬間があるんです。全く同時に出ています。相手に気持ちを合わせる、また合わさせる、小さい子の稽古や試合でもあることです。こういう意識も勝負どころを作れそうですよね。はい、いかがだったでしょうか。剣道って相手がいる種目なので、自分がやりたいようにやってるだけではうまくいかないことがあります。相手に合わせてあげる、相手の力を利用するような、こういう技もできるようになっていきたいですよね。相手の出ようとするところ、出花を意識して稽古をし続けると、逆に待ってるなとか準備できてないんだなって相手の出れない時にも気づけるようになってきます。見えるようになってきます。この能力は攻めるにも守るにも非常に便利です。合わせるか外すか選べるようになっていきますね。相手の考えに合わせて打ち込むか、相手の考えと違うことをして攻めるかということです。いきなり上手にできないかもしれませんが、諦めることはないですよ。奥義ですからね。100回くらい打たれたからって諦めないでいいんですよ。失敗を楽しみましょう。失敗して考えてもう一回挑戦、これを繰り返して100回失敗できた頃の自分は今と全然違う人になってますから。失敗は失敗じゃないです。うまくいく途中です。できないイコールダメではないですよ。できない、自分の苦手弱い部分に気づく、そこを強化する、もしくはそこを使わない戦い方を選ぶ。気づくことに価値があります。できなかったことを克服したら今より強くなっている証拠です。失敗はどうしたら強くなれるかを教えてくれるものです。そして何度も失敗してできるようになった技術は紛れもなくあなたのオリジナル、価値があります。困った時絶対助けてくれます。背面出花面打てるようになると世界が変わりますよ。何度も見て練習してみてください。また出花面を打てることが全てではありません。うまくできなくても意識して練習しているだけでいろんな能力が高まります。絶対強くなりますよね。楽しみですね。どんな自分になれるのか。犬も練習頑張ります。今回ご紹介したのは犬流です。僕が普段意識していることです。参考にできる部分があれば取り入れていただいて、参考にならなければこういう考えの人もいるんだなと思っていただけたらありがたいです。もっともっと剣道を楽しんでいきましょう。それでは。